旭川ラーメン。旭川ラーメンとは北海道旭川市で食されているご当地ラーメンです。魚介系と豚などの動物系を合わせたダブルスープのお店が多く、スープにはラードが入るという特徴もあります。旭川ラーメンの始まりは戦前にまで遡り、札幌ラーメンのルーツのお店となっている中華料理店竹家食堂が1933年に旭川で支店宝蘭を出し、中華麺文化が広まりました。そして戦後1947年にラーメン専門店として現在も続く八屋と屋台ラーメンから始まった青葉が創業。現在も旭川ラーメンの元祖として知られる名店となっています。すする TV。 ずるずる。どうもすするです。毎日ラーメン健康生活ということで相変わらずやってるんですけれども、本日ね相変わらず北海道の方来てまして、今日は札幌エリアではなくて旭川の方ね、結構北海道の上の方ですね、ちょっと行こうと思っておりまして、今岩見沢サービスエリアでね休憩中なんですけど、うまいました。はい、じゃあとりあえず旭川の方向かっていきましょう。というわけでね、札幌市内から、旭川市の方に向かってきてるんですけども、だいたい1時間半ぐらいですかね。やっぱ距離ありますね、結構ね。北海道ほんと広いんで、それこそだからだいぶ前ですけど、すするのミッドナイト TV の方でね、北海道ツアーやった時、函館から札幌行ってさらに旭川みたいなすごい無茶な移動を1日1泊2日でやったことがあって、その時にね北海道の広さを改めてちょっと痛感したんですけど、余裕持って回るならやっぱなんか多めに宿泊した方がいいなっていう気はしてます本当ね。まずね旭川1軒目で向かっていきますのが八屋五条創業店。この八屋五条創業店がですね1947年創業、めちゃくちゃ歴史のある旭川ラーメンのお店なんですよね。旭川ラーメンの中でもね本当老舗の二大巨頭とも言われているお店で、メニューにねこの蜂蜜を使ったアイスクリームっていうのがあるんですけど、この蜂蜜を使ったアイスクリームがあるのが由来でお店の名前が八屋っていうことになってるらしいですね。ということで念願の八屋さん到着しました。いやーなんかはるばる来た感あって結構感動してますね。ちょっと興奮が抑えきれません。めちゃくちゃ腹も減ってるんで早速向かっていきましょう。レッツゴー。さあ八屋五条創業店さん注文制です。こちらでは醤油ラーメンをお願いしました。たくさんの芸能人の方のサインが壁にびっしりと飾られており、人気のほどが伺えます。食堂っぽい広い店内もいいなと思いながら待ってるな。こちらが八屋五条創業店さんの醤油ラーメンです。スープ表面には焦がしラードが浮いており、なかなか個性的なビジュアル。それではいただきます。ではまずスープから飲んでみましょう。一口目から衝撃的なラードの焦がし味で、何度飲んでも一口目の衝撃がずっと続くオンリーワンな味わい。ベースはまろやかな豚骨スープですが、とにかく焦がし味が前面に出た濃い焦がれるスープです。さあお次は麺とご対面して、よっしゃスーズル滑らかで柔らかな食感のつるもち中太麺で、麺と合わさることによって豚骨の旨味も伝わりやすくなり、ここで初めて完成形を堪能できるというもの。やはりラーメンは奥が深いものだなと北の大地で改めて実感しつつ、今度はチャーシューを食らってみることにしましょう。醤油味がしっかり染みていて薄切りの食べやすさもあるうまいチャーシュー。そこで一気に食欲のブーストがかかり、ここに来るまでに何も食べていなかったことも相まってぐんぐんスピードアップ。アクセルベタ踏みで駆け抜けていけば1軒目八屋五条創業店さんの醤油ラーメン完食です。それではごスレイ。はい、ごちそうさまでした。というわけでね、八屋さん行ってきたんですけど、独特っすね、だいぶ。こんななんていうか焦がしラードってしたんで、まあ風味ぐらいかなと思ったら結構ちゃんと焦がしの味でした。もうめっちゃ焦がし味、一口目から分かるぐらい香ばしいとかの次元を超えた焦がし味でしたね。結構ね、スープ自体はね結構まろやかな豚骨スープって感じで、中太で滑らかなすすり心地の麺ともね合ってたんですけど、やっぱこの焦がしラードのパンチすごかったな。東京とかでは味わえないぐらい、やっぱこの旭川に来ないとすすれないオンリーワンな一杯いただきました。いやびっくりでしたね。もうほんとパンチありました。一口目すごかったです。せっかくね旭川市来ましたんで、旭川駅見てきたんですけど、めっちゃ近代的だね。なんかなんていうかちょっと古めの駅をね勝手に想像してたんですが、もう最近できましたみたいな、地蔵ドアですみたいな感じの超近代的な駅でびっくりしました。というわけでお次に行きますのが旭川ラーメン青葉さんということで、こちらの青葉さんも、先ほど言った八屋さんと並んで二大巨頭、旭川ラーメンの二大巨頭、そして元祖と言われているお店で1947年創業ということで、かなり
老舗となっております。さっきの八屋さんがねこの焦がしラードを使ったかなりこう特徴的なラーメンだったんですけど、青葉さんはずっと無花鳥のラーメンを貫いてるらしくて、こちらもちょっとどんな味なのか非常に気になるということで、とりあえず向かっていきましょう。というわけで2軒目のね青葉さん到着したんですけども、ちょっと並び発生してますね。とりあえずちょっと並んで吸っていきたいと思います。レッツゴー。さあ、旭川ラーメン青葉本店さん、注文です。めちゃくちゃ字が薄いですが、醤油ラーメンをお願いしました。こちらにもサインや写真がびっしりと飾られていて、人気の老舗ということがわかりますね。こちらが旭川ラーメン青葉本店さんの醤油ラーメンです。海苔に印字された店名とタコのイラストに全てを持っていかれる。なぜタコなのか全くわからないぞってことで、いただきます。ではまずスープ、鶏と昆布の旨味を感じられ、柔らかくそれでいて伸びやかにグッとくる旨味のある醤油スープ。表面にはラードの膜も張っていて、豚の香りも感じられる二重構造。海苔に書かれたタコさんも喜んでますね。さあ続いて麺をリフトアップして12のすする。もちもちな食感の麺はラードとスープがまとわりついて、より滑らかなすすり心地になり、より深くこのラーメンを知ることの要因に。旭川ラーメンの元祖と言われるお店でありながら、もう一つの元祖である先ほどの八屋さんと全くもって対照的な点も面白い。これだからラーメン屋さん巡りはやめられないんだよな。てな感じでチャーシューを食らってみると、脂身が乗っていてジューシーでありながら薄切りの食べやすさもナイス。現代のネオクラシック的鶏醤油ラーメンに通ずるものがあるオールドファッションな古き良き味わいは体にフィットしていく良さもあり、何でもかんでも吸収しちゃって、2軒目旭川ラーメン青葉本店さんの醤油ラーメン完食です。もう洗ってるうちに擦り切れてるんです。写真撮ってね。いいんですか。すみません。いいよいいよ。ありがとうございます。すみません。元気もらうんだよ。やったらこれを見て頑張りたいって。ちなみに青葉さんにはお客さんノーとなるものがあり、すするも書かせていただいたので、もし青葉さんに行くって方はぜひチェックしてみてください。こんな感じで111号に一筆書かせていただきましたんで、もし来た方いらっしゃいましたらぜひ111号の帳簿をチェックしてみてください。すごいな、あったかいお店だったな。いやー、ごちそうさました。というわけで青葉さん行ってきたんですけど、うまかったですね。じんわりとこうね、地味深い、鶏とかね、昆布とかこうちょっと魚介の風味もありつつ、しっかりね鶏の旨味がこう鼻を抜けていくような、ほんとオーソドックスな中華そば的な味ではあるんですけど、どこかこうね、なんか歴史を感じるというか、表面に浮いてるあの油がね、しっかりこう麺にまとって、なんかすすり心地すごい良かったりとか、ラーメンもさることながらお店の歴史もやっぱすごくて、おかみさんとかもすごくいっぱい喋りかけてくれたんですけど、ありがたいことにこの来たお客さんノートになんかこういろいろ書けるらしくて、ちょっと僕も111号目のノートにちょっといろいろ書かせてもらったんで、もし青葉さん行くっていう方いらっしゃいましたらぜひぜひ覗いてみていただけると嬉しく思います。ということでうまかったです。ごちそうさまでした。さあ、というわけでね、今回の旭川旅は、老舗の2つをとりあえず巡ってきたんですけど、どちらにもねこうどちらの良さもあって、しかも個性が強かったりとかで、いろいろなね点を見られてすごく面白いなと思ったんですけど、なんか旭川にね1軒めちゃくちゃその新しいお店があるっていう、もう冒頭でも言ったんですけど、なんか旭川ではね黒船と呼ばれてるお店があるらしくて、ちょっとそっちも興味あるんで、いや、わかるめっちゃわかる。水野池とか天気池とかわかるめっちゃわかる。大光池とかわかります。めっちゃわかるんですけど、それはちょっと今回全部回ったら面白くないんでね、水野とかバイコケ天気わかるんだけど、ちょっと新しい店もね行ってみたいなということで、今回3軒目がこちらです。こちらのね麺屋朝日さんというお店、やっぱりね老舗のラーメン屋さんは結構強いイメージが旭川市はあるんですけど、そんな中で僕なんと今年の6月にオープンした新生らしくて、せっかく旭川来たんでね、もちろん、いや、わかる、もう本当に新生いい、めっちゃわかる、すげえわかるけど、また来る機会あるんで、その時のためにちょっと他の老舗系をちょっと取っといて、ちょっとやっぱ新しいねフレッシュな旭川ラーメンのお店ちょっと行ってみたいなということで、ちょっと朝日さんとりあえず向かっていきましょう。レッツゴー。さあ、麺屋朝日さん、注文です。こちらでは豚骨醤油とラストにふさわしい牛玉丼をお願いしました。他のご飯物も気になるところではありますが、先に到着してくれた牛玉丼を食べながらラーメンを待ちましょう。歯に物着せず中央の卵黄を割って、早速一口食らってみましょう。うめい。牛肉は味がしっかり染みていて、卵黄との相性はお墨付きの超好相性。牛丼一筋300年、思いっきり食らっちゃってます。こちらが麺屋朝日さんの豚骨醤油です。ほうほう。新しいお店らしい垢抜けたビジュアルで、
元祖の2軒とは打って変わった違いがこれまた面白い。早速お味の方も試してみましょうよってことでいただきます。ではまずスープを一口。ひょー、かなり熱々なので注意は必要ですが、一口飲んでみると表面に浮いた油から節の香りが漂ってきてすする好みの味わい。豚の旨味はよく出ており、旭川ラーメンのニュースタイルを切り開いてくれるかのような新時代を築くスープです。さてお次は麺とご対面。熱々の湯気が立ち込める中、よっしゃすする。リガン、歯切れの良い食感でコシもあり、麺自体の風味も豊かなもの。新しさもありながら先人たちの残したクラシカルな部分も反映しているとでも言いましょうか。とにかく本日3杯目のラーメンではありますが、何の苦もなくスルスルとすすっていくことができます。歴史を知り新しきを知る、そんな旭川の旅の締めくくりにもってこいの一杯です。さあここでロングチャーシューを一気に食らう。脂身が甘くて炙りの香ばしさもあり、牛丼がなければこいつをライスと合わせて食べたいくらいジューシー。トッピングもハイクオリティで抜かりはなく、飛行機の座席が隣だった海苔の磯缶くんもいい仕事っぷり。牛丼、そしてラーメンの2丼1すすりもちゃっかり決め込んで、いよいよやってくる旭川巡りの終わりをコリシャキなメンマが告げます。今回は3軒のお店を巡りましたが、旭川にはまだまだ行きたいお店もたくさん。皆さんからのラーメン情報もお待ちしているので、ぜひコメントで教えてください。てな感じでラストはやっぱり味玉に締めてもらって3軒目、麺屋朝日さんの豚骨醤油完食です。それではごストレス。はい、ごちそうさまでした。というわけで麺屋朝日さん行ってきました。うまかったですね。ここの前にね2軒その元祖のお店を食べに行ったってこともあってか、朝日さんの味が結構なんか新しくてこう新鮮味があるというか、現代っぽいというか、こうシティ感があるというか、すごくねすする好みの表面に張った油がなんと節の油だったんですよね。最初の一口目で節のようなこうほわっと香りつつ、飲んでみるとねその醤油の香り、そしてコク、さらにこう豚骨のね旨味も出ていて、すげえなんか考えられてるなというか、なんかラーメンが好きな人が作ったラーメンなんじゃないかなって思っちゃいました。なんか新しいお店なのにめちゃくちゃ完成度高くて、なんかいい意味で裏切られたというか、すごく美味しかったですね。しかもありがたいことに店主さんが僕のこと知ってくださってまして、店内にデカデカとねちょっとサインなんかで書かせていただいたんで、もしね麺屋朝日さんこの動画見て行くっていう方いらっしゃいましたら、店内にもねぜひぜひ注目していただければと思います。ちょっと牛玉丼もめっちゃうまかったですね。いやなんかあれだったら牛丼でいいじゃんみたいな、そんな野暮なこと言わないんですよ。ラーメンと牛丼一緒に食えるっていうのがいいところですからね。なんか卵黄こう崩してしっかりと味のついた牛肉と一緒にご飯食べる、そしてスープ飲む、それがうまいんですねやっぱ。いや分かる分かる。天気行け、売光軒行け、水戸行け、分かる、めっちゃ分かるんですけど、やっぱりね今回みたいな朝日さんみたいな新しいお店にもね旭川来ることができて非常に良かったですね。まあ全然またね来る機会は無限にあるんで、その時にまたさらにちょっとその老舗というか元祖系のねお店も攻めていければということで、いや今回の旭川すげえ充実しててよかった。いや最高でした。なんかね朝日もね西日だけどね朝日もいい感じに輝いてますわ。本当にうまかったです。ごちそうさまでした。それではするの公式キャッチフレーズ、旭川ラーメン連食さん、八谷のラーメン絶対忘れないわ。すごかったですね、ほんと衝撃が。